今回は MIDI コントローラーで無印のマルチストンプを動かしてみます。こんにちは、イサムです。ギター機材を雰囲気じゃなく理解して使うチャンネルです。多分マルチエフェクター市場でもトップクラスに売れているであろう Zoom のマルチストンプですが、さすがに世界中にいろいろハックされていろんな情報が上がっていますね。今回は無印のマルチストンプの中でもベース用の 60B を使って MIDI コントローラーで制御するやり方を解説します。最初にちょっとだけ完成形の動作を見てみます。今回使うのは MS60B ですが、デバイス ID として使いたい機種を正しく選べば、ギター用の 50G も空間系の 70CDR も同じやり方でできるようです。それらをお使いの方はそこだけ読み替えていただければと思います。MIDI コントローラーは最近は小さくて高機能なものが増えていますが、今回はソニー系機のポケットコントロールを使ってやってみます。MBAVE のチョコレートプラスでも同じことができるので適宜読み替えてください。早速ですが、無印のマルチストンプに MIDI でできることは何かというと、ここに書いてあるようなことです。PC プログラムチェンジではパッチを直接指定することができます。CC コントロールチェンジではチューナーのオンオフだけができます。そして SysEX システムエクスクルーシブではパラメーターの設定ができます。具体的に見ていきましょう。プログラムチェンジの番号を直接フットスイッチに入れておくことで、そのスイッチを押した時に瞬時にジャンプします。パッチを作っておいて切り替えるような動作はこれですね。PC を設定するときは本体のメモリ番号と PC の数字は1つずつずれるので注意です。01番のパッチを呼び出すときには設定する PC は1つ少ない00番になります。はい、それではプログラムチェンジの設定をしていきます。ここでは試しに1357のメモリを呼び出すようにしていきます。で、プログラムチェンジを入れていくんですけど、さっきも言った通り1357の場合、1357を1個ずつ減らした0246を設定してあげる必要があります。プログラムの番号とプログラムチェンジの番号が0始まりと1始まりということでちょっと揃わないんですよね。なのでここは3にするんだったら2にする。で、5にするんだったら4に。プログラムチェンジとしては4にする。で、1357、D が7なので、7にするんだったらここは PC としては6を送る。そういう設定にしてあげます。はい、で、セーブしておきますと。これを押すと、これを押すと1。これを押すと3。これを押すと5。これを押すと7。ということで、ね。プログラムチェンジ、ちゃんとできることが分かりました。コントロールチェンジでできることは、無印マルチストンプではかなり制限されていて、チューナーのオンオフだけになります。CC の74番。に64以上の値が入るとオン、63以下だとオフになります。なのでオンにしたかったら127とか大きい数字、オフにしたかったら0を入れておけばいいと思います。で、フットスイッチのモードをトグルかモーメンタリーにするといいと思います。普通のチューナーペダルのように踏んで切り替える動作だったらトグル、踏んでいる間だけチューナー起動するっていうような使い方の場合はモーメンタリーにするといいです。SysEX の設定はエフェクトの値を直接設定できるんですけど、いじれるエフェクトブロックは最初の3番目までになるっていう制限があります。
SysEX の活用は結構めんどくさいので、まずはじめは個別のエフェクトブロックのオンオフからやってみましょう。SysEX を使うときはデバイス ID としてどの機種に対して命令を投げるのかを MIDI メッセージの中に入れてあげる必要があります。今回は 60B なので 5F を使いますが、他の機種の場合は画面の表示のように選んでください。無印マルチストンプで気にする MIDI メッセージは主に2つです。1つ目は制御有効化メッセージ。これを送ることでマルチストンプは SysEX を受けることができるようになります。もう一つは個別エフェクトブロックのオンオフのメッセージです。この中にはデバイス ID の他に何番目のブロックに対するオンオフなのかといったスロットの指定やオンにするのかオフにするのかといったことを設定してあげる必要があります。注意としては4番目以降のブロック以降はいじることができないので、エフェクトブロックの並びは考慮する必要があります。そして今まで挙げた2つのメッセージをくっつけたものを MIDI コントローラーのスイッチに設定してあげれば動かせるようになります。画面の例はオン・オフのメッセージをそれぞれ1つ目の制御有効化と2つ目の個別スロットのオン・オフのメッセージをつなげています。これをそれぞれのフットスイッチに設定していきます。フットスイッチに設定する値は今回はこのように作ってみました。グリーンの部分がエフェクトブロックの場所、ブルーの部分がオン・オフの場所です。コピペしやすいように概要欄にも書いておきます。冒頭にデモで映していた設定はこんな感じで、ポケットコントロールのスイッチ3つをそれぞれ3番目まで歪み、シンセ、オクターバーに設定しました。4番目のエフェクトは本体の画面に表示させて固定しておくことで、本体のフットスイッチをそのエフェクト専用のオンオフスイッチとして使っています。スイッチの4つ目はチューナーの起動にアサインしています。その設定はこちらの値になります。それぞれのスイッチにこれらの値を設定します。個別オンオフをするときの設定なんですけど、グループ1、グループ2どちらもこの SysEX、ここを SysEX にしておきます。で、ここに先ほど書いてたような値を入れていきます。で、ここが0、0、0ってなってんのがオフですね。で、グループ2を飛ばすときにフットスイッチの LED が光るので、グループ2のところにオンを入れておくと、オンを飛ばしたときにポケットコントロールの LED もつくっていうような、オン状態がわかるような、そんな形になります。ちょっとだけ脱線すると SysEX の設定ではエフェクトのオンオフだけじゃなくてエフェクトのパラメーターもいじることができます。ただ画面に出している通りちょっと複雑なので腰を据えて設定してあげる必要があるかなと思います。ただこれができるとエフェクトのつまみを変えるのを足元で一発でできるようになります。ピンポイントでディレイ量を深くするとかそんなこともできるかなと思っています。いろいろやってみようと思われる方はぜひチャレンジしてみてください。はい、というわけで今回はソニケーキポケットコントロールを使って Zoom の無印の方のマルチストンプをいじってみました。無印はもう結構古い機材なので USB 端子がミニ B だったり時代を感じますが、世界中でこすり倒されているんでノウハウもいろいろ集まっています。それでも一部しかいじれないっていう制限もありますが、その制限の中で何ができるかを考えてみるのもまた面白いんじゃないかなと思ってます。是非参考に使いこなしをチャレンジしてみてください。それでは今回の動画はここまでです。今回の動画が面白いと思っていただけたならぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。励みになります。それではまた次の動画またはライブハウスでお会いしましょう。それではね、バイバイ。